こんにちは。おっす。スパロボ F 縛りプレイ、おまけ会です。今回はスパロボ F をクリアしたので、各種データの確認、それと F から F 完結編に向けての予告映像を見ていくぞ。それではサクサク見ていこう。まずはパイロット能力だ。以前同様、レベルの高い順に紹介するぜ。機動戦士ガンダム WOH3、スターダストメモリーより、コウラキ。相変わらず命中系精神はないものの、他のガンダム系が軒並み魂を覚えないので、火力要因としての地位は揺るぎなさそう。機動戦士ガンダム WOH、ポケットの中の戦争より、クリスチーナ・マッケンジー。復活や夢などの稀有なサポート精神はまだ覚えず。でもそれ以上に数少ない集中持ちとしての地位の方が大きいです。重戦機エルガイムより、ダバマイロード。完結編を戦い抜くためにも必要な人材。行動用命中系精神ないのが気にはなるが、その辺は機体の運動性でカバーしたいです。重戦機エルガイムより、リリスファウ。幸運要因として順調に成長中。完結編では要所要所で覚醒の使用回数も増えてきそうか。重戦機エルガイムより、ガウハレッシー。相変わらずダバに次ぐ優秀さ。完結編で手に入るヌーベルディザードがそこまで強くない機体だから、ちょっとだけ心配してます。機動戦士ゼータガンダムより、エマシーン。集中と熱血を持つ数少ない人。火力の高、命中のエマさんで使い分けていきたいところ。機動戦士ガンダム WOH3、スターダストメモリーより、チャック・キース。宇宙的整備が気になりすぎる。唯一の必中持ちとして、いかに戦っていくか。機動戦士ガンダム F91 より、ビルギット・ピリオ。変わらずの挑発兄貴。精神ポイントは戦闘よりも挑発に多く使われそうです。聖戦士ダンバインより、エレハンム。ついに覚えた必中により敵を倒せるようになった。オーラの魔法の火力も十分あるので、完結編でもぶっ放し続けると思います。聖戦士ダンバインより、ジャムファウ。エレ様が必中を覚えたので幸運要因としての地位向上。お願いだから賞についていくのやめて。機動戦士ガンダム WOH ポケットの中の戦争より、バーナード・ワイズマン。変わらずの自爆2機。完結編ではついに戦闘も行えそうか。新機動戦機ガンダムウィングより、ゼクス・マーキス。マジで強い。スポット参戦と言わず残ってくれ。もしくはその機体を置いていってくれないか。重戦機エルガイムより、ファンネリアーム。さすがに無改造ディザードでは色々無理が来てる模様。早くエルガイムに乗せ替えたいです。重戦機エルガイムより、ミラウーキャオ。実はエマさん以外にキャオしかいない集中熱血持ち。こちらも早く乗せ替えたい。新機動戦機ガンダムウィングより、ルクレティアノイン。初めてこんな使ったかもしれない。今見てて気づいたけど回避命中バーニーより低いのねあなた。オリジナルより、ギリアム・イェガー。何回いたので一応紹介。よく見たら能力はオールドタイプ標準ぐらい。でもゲスペンスとマーク2が強い。一応紹介、魔装騎士サイバスターより、マサキ安藤。縛ってごめんよ。でもほんとお世話になりました。また違うゲームで会おう。完全に忘れてた。機動戦士ガンダム、逆襲のシャアより、ブライトノア。完結編でも基本的に出番はエレ様に取られると思います。宇宙では出番少しあるかも。同じく忘れてた。聖戦士ダンバインより、シーラ・ラパーナ。変わらず出番なし。適正の関係上ブライトよりも出番はないか。ということで、以上がパイロットの能力確認になります。続いて、ユニットの改造を見ていくぜ。再開のサンクキングダムクリア時の強化パーツ装備状態です。ご注意ください。ゴラオンはオーラの魔法のみの改造だな。撃つ回数増やすために、エネルギーくらいは改造してもいいかもしれませんね。
アーガマは限界と機関銃のみの改造だな。メインメガ粒子砲なんて改造してない。いいね。リガズイは HP のみの改造だな。正直武器もう少し改造してもよかったかも。意外と戦闘もできましたね。途中で抜けるけど改造したトールゲス。予想以上に強かったので、改造してよかったと思います。なんかめっちゃ改造されて仲間になったエアリーズ。なお、ユニット性能はバグで改造が反映されてません。修理ユニットメタス。狙われないために装甲帯改造。だんだんみんな装甲値上げてくだろうからもう少し改造する必要ありそう。参入時点から改造されてるカルバリーテンプル。自分で改造したのはパワーランチャーぐらい。本当にリーズナブルな機体です。武器はだいぶ改造したサイバスター。めっちゃ改造してるように見えるけど、これでも20万ちょいしか使ってない。5段階改造までは改造費安いんです。アイキエルガイム。マーク2手に入ったらアームが乗るので、改造は無駄になりません。改造の仕様がややこしいスーパーガンダム。ユニット性能はスーパーガンダム、武器はそれぞれという謎の仕様。完結編でもキース運用のために使用しそう。なんやかんやで出番の多かったジェガン。さすがに1機も改造してないです。パイロット少ないからもう出番はなさそう。こちらも無改造のビザード。1機改造して、カルバリーテンプルより強くする運用法も良かったかもしれない。安心安全のゼータガンダム。完結編で手に入る機体がファンネル機体ばかりなので、余裕で現役続投です。縛りプレイの救世主、ガンタンク。F ではお世話になりました。完結編ではさすがに弾当てられる気しないし、思考ルーチン変わってバンバン狙われるだろうから、さすがにお役御免です。ということで以上で機体の確認を終わるぜ。残りの機体は手に入った時のままです。続けて強化パーツを見ていくぜ。強化パーツは以前見た時とそれほど違いはなさそうですね。ご覧の通りの個数です。サイコフレームとバイオセンサーの数が今後もっと必要になってきそうなので、もっと欲しいです。くれ。ロフトハマーン様を倒せなかったのでミノフスキークラフトとファティマは一つずつ。ミノクラはともかく、ファティマは欲しいです。運動性強化できるパーツ必須。完全に余ってる消費系パーツ。もっと使えばよかった。ということで、データ確認は以上になります。それでは、予告編行ってみましょう。
かせるか。バリアが効いてるのか。艦長、なんだ。第7ハッチが開いています。何。やめろ高谷君、ランバスターはまだ完全じゃないぞ。現状で10分は動きます。しかし魔高速戦闘は無理だ。いざとなればぶつけるまでです。高谷、目標はあくまで敵の主力だ。雑魚には目もくれんな。はい、太田君、行け。発進。お姉様、あれを使うわ。ええ、よくってよ。うわー！スーパー稲妻キー！そう簡単にはやられません。もらった。なんだ、頑張った。この程度じゃやられない。ということで、以上 F 完結編の予告映像になります。これでスパロボ F は一旦完結、ということになります。正直、こんなノリと気分で始めた縛りプレイ動画を、こんなにたくさんの方に見てもらえると思ってなかったので、びっくりしています。何分しっかり内容を決めてやる縛りプレイも、動画投稿も、実況するのも、初めてのことだらけで色々不手際ありますが、どうか、楽しんで見ていただけたら幸いです。ということで、なんか思いっきりエンディング流れて終わり感醸し出してますが、次回から余裕で完結編をお送りします。ただ、ちょっと個人的事情で忙しくなりがちなので、F みたいに毎日投稿し続けるということはできなくなりそうですが、ある程度の投稿ペースを守って投稿していきますので、今後ともよろしくお願いします。なお、このスタッフロール、あと2分ほどあるようです。想像以上に長いです。ということで今回はここまで。あとはスタッフロールが終わるまで流すだけになります。それでは皆さん、ここまでのご視聴ありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。それでは次回、またお会いしましょう。